東京はディズニーランドある、大阪ユニバーある、名古屋観光スポット何ある、わかんねえな、じゃあ作っちゃおうぜっていうノリで、忍び場っていうのを始めようっていうのでクラファンやりまして、1回目は普通に僕が20代でやってきたことをギュッてやると。で2回目はショールームっていうやつでね、生配信でちょっと不思議なことやろうと。で3回目はもう何もなるべく道具を使わずにやってみようっていうのをやりました。で4回目がなんかフェスをやってみようとやりまして、で5回目がセミナー形式で自分以外の要はゲストをやってやろうと。でこれ最後ですよ。最後これどういう意図があるかと言いますと、要は忍び輪っていうのが僕がやらなくてもおもろかったら最高だなっていうのがありまして、言ったら、超体感型なんで、要は僕以外の人が主役になって、さらに僕以外の共演者がいると。これからの日本で生きていくために必要なスキル3つに絞って紹介していきます。もうね、まずはとにかくこれです。自分の使命や夢、生きている理由を持ち、自ら動き経験をする。いや、これから日本で生きていくの、もうこんな大事なことを考えなかったのと思う方もいると思うんですけども、これ根本なんですよ。なんで自分生きてるのかな、これを考える時間が日本人はなさすぎなんです。まず小学校に入って自分が学びたいと思ってないことをいきなり学ばされるんです、強制的に。でそのいきなり学ばされたことを使って中学受験、高校受験、大学受験、いい高校に行くために、いい大学に行くために、いい企業に行くために、もう全部やることを決めつけられてるんです。自分の使命、自分の命をどう使うか、もう小学生の時に決められてるんです、周りの大人たちに。しかしその大人たちがピラミッド無理ですと言い始めました。もうバシンやってもうおのおので生きてください言い出しました。自分の使命や夢、生きている理由、それを持った上で自ら動いて経験する。これがめちゃくちゃ重要になってきます。だってロボットと共生する時代が来るんですよ。そのロボットに、いやあなたなんで生きてるんですか、いやなんかゲームとかしたり、使命は何ですか、いや特使命とかはないよ。いやじゃあちょっと人間ね、数減らさないといけないんで生きている理由ないですよね、じゃあ殺しますとなるかもしれない。なので大げさ、大規模が大きくなくていいんですよ。いや私はねベランダのこれを育てていって徐々に大きくなっていくのがすごい嬉しくてね、それで生きてるのよ。全然 OK です。とにかく自分の好きなこと、使命、夢、何でもいいです。持ってみてください。今ないっていう人考えてください。いろんなことをやってみましょう。そして2つ目に必要なスキルが面白分かりやすく説明する。これはねトレンドの移り変わりが早いからです。もうサービス、物、SNS、情報、価値観も目まぐるしくトレンドが変わりますから、その度に分かりやすく説明できる技術があれば OK です。けどそれもねロボットとか人工知能がやってくれるんですけども、それをまた面白くする、面白分かりやすくするという力は人工知能にはないので、ここを極めると結構スキルとしてはいいと思います。そして3つ目は今目の前にいる人に興味を持ち学ぶ。もうね先ほど言ったクラブハウスとかもそうですけども、 SNS とかいろんなものでね、もうたくさんの人とつながれる時代だったんですよ。けどこのつながれるってね、何も本当はつながってないんですけどね、ただそのフォローとかフォローになったフォロワーになったっていうだけで本当はつながってないんですけども、簡単につながれるんです。そうやってつながればつながるほど自分の実力以上のこの過大評価するわけですね。もっと言うと自分も過大評価するだけじゃなくて、そのつながった人、見た人の意見を自分の発言のように言い出します。経験してないのにですよ。そして共感を得て気持ちよくなるのが SNS ということなんですけども、もう依存症になるドラッグですから、もう SNS は。なのでまずは自分の近くにいる人、身の回りにいる人に興味を持ってそこから学ぶ。それを積み重ねていくことによってスキルが磨かれていきます。逆に経験や実績ないのにね、口だけの人ってね、もうねお分かりですよね。ということでまとめると、自分の使命や夢、生きている理由を持ち自ら動き経験をする、面白分かりやすく説明する、今目の前にいる人に興味を持ち学び続ける。これができればこれからの日本で生きていけると僕は思っています。ちなみに面白分かりやすく説明するっていうのと今目の前にいる人に興味を持ち学び続けるを完璧にしちゃえば最強の営業マンになります。要は3人で喋ってて、この人の商品とかサービスを面白分かりやすくこの人に説明したら、この人商品買いますよね。こっちの人嬉しいじゃないですか。だからなんかくれますよ。これで生きていきます。そこに自分の使命とか夢が乗っかったらとんでもないことになりますよね。ではそんなスキルを生かしニューノーマル時代にどう働くか、ニューノーマル時代に必要とされる仕事の共通点話していきたいと思います。まずはこちら、少人数またはオンラインで成立する仕事。これはね現実的ですよね。もう今この状態ですよ。567567って言ってキャンペーンを行ってます。なのでもう大人数で集まんなって言われてますから。でもっと言えば国はもうそういうね非接触社会にしたいっていう流れにしようと思ってますから、大人数でしか成立しないっていう仕事よりも少人数またはオンラインで成立する仕事、そういう仕事で組み立てていった方がいいですよね。いや今の仕事それ無理なんですけどっていう人はちょっともうこれを機に新しいこと始めるのもありだと思います。それかオンラインサービスに変換するかですね。そして2つ目は自分の好きなこと、揺るぎない使命や夢を軸にしている仕事。出ましたね、また使命ですよ。要は人生で与えられた命、これどうやって使うっていうことですよね。これ別にカッコつけてるとかじゃなくて、もう現実的にです。ピラミッド社会で企業で成立してたものが成立しなくなる。そうするとバラッと分かれて全国に振り出す芸能人時代になるっていうことは、シンプルに例えばジムがなくなった場合にパーソナルトレーナーとして働く人がバッと増えるわけです。選ぶところが複数に増えます。その時に好きで仕事をやってる人と嫌いで仕事をやってる人、どっちのサービスを受けますか、それだけです。要はプレイヤーが増えまくるので、ちゃんと自分の好きなことでこんな使命があるんです、こんな夢があるんですっていう、要はポジティブな雰囲
人気な人の方にみんなサービスを頼むので、それを軸に仕事しないとダメだよってことです。そして3つ目最後、これ重要です。人の本質的な不安や寂しさを解消する仕事。今もそうですけども、もうね SNS とかもうね、人とつながるっぽいサービスがめっちゃ増えてきます。でそうなるともうね、クラブハウスもそうですけども、寝る前にずっと聞いてるとか、もう本当に寝る直前まで SNS でこう人とつながってるっぽくなってるんです。ってなると、これつながらなくなった、やってない時にめっちゃ不安を襲ってきます。もう言い切りますけど、 SNS はもうドラッグですよ。これ依存症になるドラッグです。なんでそのドラッグなくなった時に本質的な寂しさとか不安を解消しないと、ずっとそのお薬に頼るわけですよ。ってなってくると、本質的な不安や寂しさを解消する仕事、もうこれはやばいですよ。需要ありまくり。最初にも言いましたけども、日本は精神科の病院ダントツで1位ですから、世界自殺率も1位。病んでしまう環境にいる人、病んでる人めっちゃいます。それを表面的にお薬で解消するんじゃなくて、本質的に解消できればやばいですよね。ということで、これをまとめると、自分の好きなことで自分の周りにいる人の本質的な不安や寂しさを解消する仕事、これがニューノーマル時代に必要とされる仕事です。最終結論、これからの日本で生きていくためには、三角、ピラミッド、格差社会の価値観を捨て、丸は争わないの社会に対応していく、これが重要です。どんどんこのピラミッド社会っていうのがなくなってきています。これはぶっちゃけるとなくなってるんじゃなくて、中間層が崩れて、ここのトップだけが残って、ここだけでどうにかやれよという世界になってます。なのでもうこのピラミッドにいれば安心安全っていう価値観は捨ててください。そしてこのピラミッドで上に登っていく、上に行くには何をしてもいい、もう何も引きずり下ろして何してもいいんだじゃなくて、みんなで円になって輪になって争わずに生きていく。争わずに自分の好きなことで自分の周りにいる人の本質的な不安や寂しさを解消していく。それをみんなでやって円になっていけば、その時に輝く人がどんどん円でつながって本当の意味でつながって当たり前に回っていきますよ。めちゃくちゃ食料捨てる国もあれば、飢餓で死んでいく人がいる国もある。おかしいですよ。なんでですか？ピラミッド社会だからです。円になれば普通に回るんですよ。数値的に絶対的に回るけど、お前は食わせねえぞ、お前にはこれを食わせねえっていう人がいるから回らないだけです。一人一人が意識を変えていく。自分だけお金を稼げたらいい、自分だけフォロワーを増やしたい、もうこれはダサい、もうこんなことやってんのまだって言われていきます。もうそれに子供たちは気づいてるんです。小学生起業家に密着、12歳で塾を経営。12歳の子何やってますか？自分の好きなことで自分の周りにいる人の本質的な不安や寂しさを解消する仕事をしてるんですよ。僕たちの年代はもうピラミッドで刷り込まれてきました。従えよ上には、規律は守れよ、お前がやりたいことやんなよ、時間通りに動けよ、ずーっとそれで生きてきたけど、それを崩さないといけない時代が来てる。今の子供たちはこのピラミッド社会のやばさにあまり染まってない。だから気づいて勝手に好きなことをやる。ちゃんとツールに使われずに自分でツールを使って仕事にしていく。あと10年いや5年見ててください。子供たちに言われますよ。なんであなたこの仕事してるんですか？その時に何も言えない。子供たちは言います。僕はこの使命を持ってるんです。私はこんな夢を持ってるんです。だからこの仕事してます。大人は言えない。お金を稼ぐためです。辛いですけども、こういうことしかできないでやってます。本当にこれでいいんでしょうか？じゃあ今大人がやっている仕事、そしてこれからの子供たち、僕たち全員がやっていかないといけない仕事を比較していきます。簡単かつ楽なことで自分が知らない人の表面的な不安や寂しさを解消する仕事、これを今の大人たちはやってます。今の大人たちはこれをやる人を尊敬してるんです。じゃあ具体例言いますよ。 YouTube でも何でもいいです。広告出てくるやつ何ですか？あなたも毎月簡単に50万円が誰でも手に入る。はい、これですよ。簡単かつ楽なことで自分が知らない人に向けて表面的な不安を、寂しさを解消する仕事、これをみんなやってるんです。簡単にたくさんのお金稼げるから。そしてその仕事をやっている人を尊敬して、私もそんな風になりたいって言って、そんなことをやって、そんなことをやってる人をまた尊敬してって言って、ピラミッド社会が作られて、しょうもない仕事をしている人が増えてるけど、そのしょうもない仕事を叩いてる人がたくさんいる。これが今の現状です。ただもう子供たちは気づいてるんですよ。簡単かつ楽なことで自分が知らない人の表面的な不安や寂しさを解消する仕事じゃなくて、自分の好きなことで自分の周りにいる人の本質的な不安や寂しさを解消する仕事、こっちの方が面白いよね、楽しいよね。みんな気づき出してるんです。気づいてないのは大人だけ。さあもう一度言います。ピラミッドの格差社会の価値観を捨て、丸は争わない社会に対応していく準備できていますか？いつまでお金や権力、ポジションにそこに縛られて、わかんないですけど、なんかもうお金のためにやってます。いつまでやるんですかその仕事？価値観が変わろうとしてます。今現実世界で大変なこと起きてますよ。第一章話しましたけど、その世界ってこの人たちが作ってませんか？けどプラスに考えてください。今この人たちから切り離されたんですよ。自分らで考えろと言われたんです。この国で生きていくために一人一人がガチで意識変えていったら、これから始まるニューノーマル時代、案外楽しいもんじゃないですかね。案外住みやすい環境になるんじゃないですか。自分の使命、自分の命どう使うか、与えられたツール使われるんじゃないで使う、全て決めるのは自分自身です。さあ最後にお聞きします。あなたはこれからどんな人生を歩みますか？2022年以降、全力で生き残るために誰もがやるべきこと。
はい、ということで、ここからはね、明るくいきましょう。もう怖いことはもう全部見てきましたから、こっからもう前向きに考える。どうやったらいいんだ、どうやって生き残ればいいんだ。これを僕なりに考えました。で、これはただの僕の考えですから、何度も言ってますが、情報を鵜呑みにしないでください。咀嚼して、あ、これ確かにな、これ使えるな。そういう部分はぜひ参考にしてみてください。じゃあですよ、2022年以降、全力で生き残るために、誰もがやるべきこと何なのか。いきます。クリックしたら出ます。これです。資産運用、お金バー、女ドン、イエーイ、これですよ。いや、今までのね、僕のこと知ってる人は、宮優が結局お金稼ぐ資産運用結局と、生き残るためには金を集めればいいの、そういうこと、そう思ってる人いるかもしれないですけど、違います。ちょっとこれ画像がこの画像で見るとすごい金を増やせって感じですけど、そういうことじゃないです。我慢して貯金しても意味ないから調整して資産を運用しようぜということです。要はもう貯金しても意味ないんです。考えてみてください。終身雇用や年金制度、安心材料っていうのはもう数年前、いやもう10年以上前にもう終了してます。そして日本という国ではもう国自体が復職とか復職、これを進めています。そして説明した超高齢化社会プラス少子化、電子マネーやポイント、ブロックチェーン化された暗号通貨、そしてですね、大量移民や大規模災害で最悪円の価値がなくなるかもしれません。つまりただただ現金円を貯金してても意味ないんです。じゃあなんだ、これからの資産運用って何やねんね、暗号通貨増やせばいいのとか、ビットコインですかとか、イーサリアムですかとか、株やるんですか、 FX ですか、マンション経営とかですか、アパートですか、NISA やったらいいですか、イーデコやったらいいですか、何したらいいんですか、宮吉さんなんすかと思われてると思うので言いましょう。これからの資産運用はお金を増やすことではありません。僕が言っている資産運用ってそういうことじゃないです。ただただ現金をいろんなとこに投資して増やそうぜ、貯金してるならお金増やそうぜ、いろんなとこに投資して、そういうことじゃない。資産の概念が量所有数から質、自分自身にこれから変わっていきます。重要なんでもう一度言いますね。資産の概念が量から質に変わるんです。今までは量、所有数が大事でした。どんだけたくさんのお金を持っているか、どんだけの株を持っているか、どんだけマンションを経営しているか、量が大事。今まではそうでした。けどこれからは質になる。この質というのは自分自身。考えてみてください。 AI やロボットと最新のテクノロジーが人間の仕事を簡略化してくれ、様々な魅力的なサービスがサブスクや無料で提供されていく中、量にはもう注目数が集まらない。もうお腹いっぱい。つまりどうなるか、お金を持っていることが魅力になる時代が終了していきます。お金をくれる人ではなくて経験をさせてくれる人が魅力的になる。たくさんのお金を持ったところで意味がなくなるんです。ではですよ、どのように資産運用をすればいいのか。この資産というのは自分自身、そして運用というのは成長。どのように資産を運用すればいいのか、2022年を生き抜くために必要な7つの力、発表したいと思います。それでは行きましょう。まずこちら、検索力。自分で検索し情報を取りに行く。先ほどからね、ずっと言ってますよ。情報統制が行われている。まずその事実に気づかないといけない。与えられた情報が全て真実って思っちゃダメ。この情報本当かな、さらに詳しい情報あるかな、自分で情報を取りに行く。もう地上波だけじゃなくネットニュースなんかもそうです。 SNS もそう。アップロードできないです。だから自分から取りに行かないと見れない。真実にたどり着かない。私はテレビ見ないから大丈夫っていうことじゃないです。ちゃんと情報を取りに行く。どんなサイトで検索するか、どんなブラウザーで検索するか、どんなアプリで検索するか、そしてどんなキーワードで検索をするのか、自ら取りに行った情報を咀嚼する。この検索力が非常に重要です。そして努力。これはもうシンプルに今の自分ができることに全力になれるかです。お金がいくら貯まったらこんなことしよう、コロナが終わったらこんなことしよう。これでずーっと動かなかったらやばい。トレンドが目まぐるしく変わりますから、待ってる間に次のものが来ます。別に大きなことをやれとか、人に尊敬されることをやれとか、そういうことじゃない。ただ今の自分に何ができるか、全力で取り組めるものがあるか、これが重要です。それが自分自身の経験になり資産になります。そして適応力。サービスをオンライン化する。どうすかね、2年前なんかもうコロナなんか別にすぐ終わるっしょみたいな。
大したことないっしょと思ってた人多いと思います。ただもうめっちゃなんかわけわからん長続きしてる。もちろんそこを批判したり反抗する力も必要です。ただ適応する能力も必要。自分自身の軸の中でルールが決められた場合、そのルールをちゃんと見てどのように対応適応するか、それが重要です。今後もトレンドが目まぐるしく変わります。コロナ騒動で失業した人、お店を潰してしまった人たくさんいると思いますけど、そこからどうにか逃れた人もいます。飲食店の方はデリバリーやったりね、僕自身もマジシャンの仕事全部なくなりましたから、サービスをオンライン化したりしました。どうやって今の時代に適応するかはいろんなものがありますが、もし僕がおすすめするとしたらサービスのオンライン化です。今やっている自分のサービスをオンライン化する。お金かからないです。Zoom とかでチャットできます。ただそれをやっているというだけでチャンスが増える可能性があります。どうせもうすぐ終わるっしょ。そんなことを言って全くオンライン化をしてなかった人、パソコンとかインターネットわかんないけどちゃんとオンライン化に向き合った人、さあ出てます。適応力、これ重要です。そして自己理解力、いかに己と向き合うか。もう3密避けろとかね、マスクしろとか飲み会すんなとかイベントすんなとかいろいろありましたよ。で今後もいろいろ出てくるでしょう。でここで一番やばいのが孤独になる時間が増えていきます。なんで逆に Amazon プライムとかね、Netflix とか売り上げ爆上がりねしてますけどもね。ただこの孤独の時間に己と向き合うことも大事です。ゲーム見てアニメ見てドラマ見てでもいいですが、自分と向き合うこの時間大事です。自分の好きなことって何？自分の必要な衣食住こんぐらいでいいかな？自分の人生どんな感じだったら楽しいかな？自分の免疫力どんぐらいあるかな？自分何してる時が幸せかな？とにかく己に向き合う一種の瞑想ですけど、なんでこんなことするかっていうと、改めてこうやって自己理解しておくことによって本当に孤独になって押しつぶされそうな時にどうにか助かるんです。その孤独から抜け出せる。孤独を感じることっていうのはいいと思うんですけども、孤独に押しつぶされると本当に人ってやばいです。自分の生きてる意味って何かな？もう意味ないんじゃない？もう俺なんか生きてても意味ないや。はあ、やばいっす。孤独に押しつぶされるとやばい。よからぬことを考えてしまうけど、自己理解をしとけば大丈夫。自分の使命はこうだ、そのぐらいまで落とし込めば結構何があっても大丈夫です。自分と向き合ってみてください。そして自己抑制力、みんなで助かる方法を考える。人間誰でも資産が増えたら自分のために使いたいですよ。もちろん自分のために使っていいんですけども、これからは自分だけではなく誰かのために使ってみんなで助かるっていうのが大切です。この資産っていうのはお金じゃなくて自分自身になりますよね。ここから自分自身を自分自身のためだけに使うんではなくて、自分自身の経験や行動を人のためにも使う。自分だけが得をしたいという欲望を抑制してあげる。この力が必要です。なぜか、それはトレンドが目まぐるしいからですね。自分がバーンなっても結局旬なるバーン旬バーン旬があります。だからこの旬の時に助けてもらう人がいないといけない。この時にバーン上がった時には助ける必要がある。これをみんなでやれば生き残れるんです。ただ自分だけがってなったら、この時はいいですけどこの時やばい。自分が助かるためにもみんなを助けていく。もしも大災害が起きて所有物という資産が全てなくなっても、自分自身さえいればその場の行動や過去の経験を生かしてみんなで助かることができるかもしれません。たくさんの資産、元々の所有物の量、ここに自分を見失って暴走するのではなく、本当の資産、自分自身に向き合ってみんなで助かる。数値量に騙されちゃダメ。お金をたくさん持ってるからすごい、フォロワー数がたくさんいるからすごい、自分だけ得しちゃダメ。重要です。みんなで生き残る。そして人間力、道徳心や思いやりを持ち人相を良くする。災害が起こったり不況になると、その国や地域はもう著しく治安が悪くなります。現状もう誰でもいいから殺して死刑になりたかったみたいなやつがいます。バカがいます。自分だけ不幸なのは嫌だから幸せそうなやつの上げ足を取って引きずり込む。誰でもいいから死刑に俺がなりたかった、自分よがりのバカがいるんです。そんなやつは最悪だ、そう思うかもしれません。ただあなたも極限状態になった場合、そうなる可能性があるかもしれません。災害で家がなくなり貯金も引き落とせない、常にお腹が減っている、これからどうなるかわからない極限状態、孤独になって同じような境遇の人たちが避難所に集まったら、あなたはちゃんと人のままでいられますか？悪魔にならずにちゃんと精神保てますか？
自分が優位な立場で道徳心や思いやり、優しさを持つのは簡単です。自分が極限状態の時に理性を保てるか備えておくべきです。極限状態でもないのに道徳心や思いやりがない人、匿名だからといって誹謗中傷しちゃってる人、すぐに改めた方がいいと思います。全てのその行いが顔に出ます。人相に出ます。過去の誹謗中傷コメントが信用スコアになって、監視カメラが人相をチェックして犯罪者予備軍として認識される時があるかもしれません。悪魔や化け物になっちゃダメ。人のままで生きていきましょう。そして最後、妄想力、夢を持つ。2045年ですよ。もうあと少しシンギュラリティが来ると言われてます。もう人工知能が人間を超えちゃう。もう機械やロボットが全部仕事してくれる。もう働かなくても生きていけますよ。そうなったらあなたはどうしますか？人は何のために生きていくのでしょうか？そしてシンギュラリティを起こした人工知能に人が勝てることはあるのでしょうか？もうそれは人が夢を持つことしかないんじゃないですかね。自分がドキドキワクワクすることを妄想して、それを計画立てて実際に行動に移す。こんな世の中だからこそ夢を持ちましょう。もっと明るい未来をとことん妄想してもいいんじゃないでしょうか。ということで今回の特別番組のまとめです。感染症によって変化した当たり前によって様々なテクノロジーと新しい生活の様式が定着。それは実は感染対策ではなく、もともと決められている計画マッチポンプだったかもしれない。ここから先、日本にどんな現実と恐怖が訪れるのか。備えあれば憂いなし。7つの力、検索力、努力、適応力、自己理解力、自己抑制力、人間力、妄想力。これらをもって2022年以降もみんなで生き残ろうぜ。これでございますよ。皆様長い間視聴いただきありがとうございます。こうなっております。これを伝えたかった。もうやべえ時代になってるけど、みんなで生き残ろうぜと。関係ねえと。何をこのピラミッドの上だけ優雅にしやがってと。庶民だけど生き残りますわ。これですよ。2022年みんなで助かる。みんなで生き残る。これをガチでやっていきます。戦後80年です。2025年以降も日本で生き残るために何をしておくべきか、しっかり考えていきましょう。いや疲れた。もうもうぎゅっとね説明しましたけども、日本のこの今の状況分かりましたかと。もうね全部伝え切ったんで、もうこっからはプラスの時間でございます。状況を把握した上でポジティブに自分の人生をいかに楽しくしていくか考えていきましょう。さあ2025年以降も日本で生き残るために何をしておくべきか。キーワードはこれです。愛と AI。 この違いをはっきりさせておくこと、これが最も重要なキーワードになります。そしてこの違いをはっきり認識しておいた上で、没収されない資産を持ち新時代の価値観に対応できる準備をしておく。これが僕の出した2025年以降も日本で生き残るための方法です。では先ほど話したキーワードの愛と AI の違い、これはどういうことなのでしょうか。はい、愛というのはデータや効率化を重視せず、無駄と思われるようなことでも時間や手間をかける。答えは複雑で複数あるものです。そして AI というのはデータや効率化を重視し、明確で答えは一つでございます。これですよ。これを自分の中に落とし込むことが大切です。いやそんなん分かってるわという方いるかもしれません。ただ本当に落とし込めれてますか？愛と AI ちゃんとしたところで分けてますか？あなたが大切な人にプレゼントを渡す時、誰が決めたか分かんない、どこの誰か分からないインフルエンサーが決めたトレンドとか星の数とか、そういうので決めてませんか？自分が公開までワクワクしてた、楽しみにしてた映画なのに口コミで悪いことばっか書かれてる。だからその映画を見ない。失敗したくないから、楽だから、便利だから、効率がいいから。愛を忘れて AI に任せてませんか？愛と AI の違い分かってるよ。口だけじゃないんですか？本当に行動に示せれてますか？いい加減気づいてくださいよ。監視しやすいように、管理しやすいように、考え方一緒にさせられてんですよこれ。第二次世界大戦からさっきありましたよ。マッカーサーが来て WGIP とかやったんですよ。もう洗脳しよう洗脳しようってやってるんです。愛を与えるのめんどくさいよね。だから AI にしよう、簡単にしよう。だから子供に歌直接聞かせずに AI に聞かせるでしょ。マジでぶっ壊されてるんですよ
人間としての意味を。こんな感じで説教してくれる人も今後少なくなっていきます。ハラスメントだなんだで自分の保身しか考えなくなってきています。大人が説教してくれません。説を教えてくれません。人のために本気で愛を持って接してくれる人何人いるんですか？その人のためを思って大事な説を教えてくれる人何人いるんですか？もうみんな自分のことしか考えてないんですよ。それは愛と AI というのはこういう意味ですよね。辞書に書いてることしか分かんない。人間として生まれてるんですよ。愛ですからね。僕はこれ見てる人に対して本気で言ってますよ。マジでやってるんでね。ちょっと熱くなってしまいましたけども、その辺踏まえて感じ取っていただければありがたいでございます。話それましたけども、続きです。愛と AI の違いが分かった上で、没収されない資産を持ち、新時代の価値観に対応できる準備をしておくと。じゃあ没収されない資産って何なの？これですよ。今年の初めの特別番組でも話しました。2022年を生き抜くために必要な7つの力。2025年以降もこの力が大事になり、自分自身の資産になっていきます。そしてこのように資産の違い見ていきましょう。直接的資産っていうのは自分自身が持つ7つの力、先ほど紹介したものです。資産価値をどれだけ増やしても没収されることはありません。そして間接的資産っていうのは現金、預金、株式、金、不動産ですね。これらの資産価値っていうのはどれだけ増やしても没収される可能性があるよと。不可抗力で価値が下がるなんていうこともあります。愛より効率化を求めて自分のことしか考えてない人が増えた結果ですよ。自分自身が間接的資産を持つことや間接的資産をたくさん持った人が魅力的だとみんな今勘違いしてるっていうことです。自分の愛した人の間接的資産がなくなるだけでその人のことが嫌いになる。もうそれはその人のことを愛してるんじゃなくて、その人の間接的資産を愛してるってことです。間接的資産で持てても結局それはあなた自身を好きになってもらえてないんですよ。こんな簡単なことなんですけど、本当にわからない人がたくさんいるってことです。本当にクソダサい人がめっちゃいるんです。まあね、ちょっと口悪いかもしれませんが、これが事実なんですよ。本当に魅力的な人っていうのは間接的資産だけじゃなくて直接的資産をちゃんと持ってて、それをみんなに分け与えられるような人なんですよ。僕はそうだと思ってます。そして没収されない資産を持ったら新時代の価値観への対応もしていかないといけない。これもキーワードは愛と AI です。この図を見ていただくと分かるんですけども、あと20年とかでもうシンギュラリティが起こるって言われてます。人間の脳と同レベルの AI が誕生した後、人工知能がさらに優れた人工知能を生み出して、その優れた人工知能がさらにでうわーってなるとやばいよねと。人間を超える完全なる知能が生まれるんじゃない。それがシンギュラリティと言われております。もう今の時点でもね、そうですよ。今後人間が AI に対してデータを処理する速さとか効率化とかそういうのに勝とうと思ってももう無理ですもんね。だからなんですよ。愛と AI の認識を明確にしてどちらを重視するかを考えておく。答えは AI が導き出します。けどその答えを導き出した理由は AI は出せません。だから人間がこの答えに対して論や案を出さないといけない。そのために人間がいっぱい失敗していろんな挑戦をしとくべきなんですよね。けど AI がその理由さえも見つけ始めたらもう本当に人間は愛しかなくなるかもしれないです。そしてですよ、シンギュラリティまでいかなくてもソサエティ5になったら新たな人種の価値観が生まれてきます。はい、こちら先ほどもお見せしましたソサエティ5が始まると愛と AI が混在する、人間とロボットが共存する、そんな世の中になります。パッて見ていくと、いわゆるそのままの人間、体の一部を機械にした人間が体でコントロールする人型ロボット、人間が脳波でコントロールする人型ロボット、人間の脳を埋め込んだ人型ロボット、人工知能を積んだ人型ロボット、白人、黒人、アジア人とかそういうことじゃないです。人の種類がめちゃくちゃ増えてきます。数年前から特別番組トークライブでもめっちゃ言ってますけど、もう誹謗中傷とか人種差別なんかも絶対しちゃダメですからね。今してる人いたら本当にやめといた方がいいです。気をつけてください。ちなみに裏垢だから大丈夫とか言う人いますけど、そんな関係ないですからね。
数十分で特定してチェックしますから。今の時点で採用前に企業が就活生のチェックしてますから。裏垢で変なこと喋ってないかな、この人は愛を持ち合わせているかな、チェックしてますから。誹謗中傷や人種差別、ネガティブなことを SNS に垂れ流しちゃってる人、すぐに考え方を改めてください。さあ、2025年も日本で生き残るためにはどうしたらいいのかまとめます。創造と破壊が起こるきっかけは2025年かもしれない。新たな価値観とテクノロジーが当たり前になる激動の時代がやってくるかもしれない。ただ、本当の意味での自分自身の価値を上げ、愛の大切さを知れば大丈夫。これですよ。本気で向き合えばどうにかなります。愛を持って行動すればどうにかなります。はい、もう途中どこづいてしまいましたが、僕が言いたいこと、伝えたいこと分かりましたでしょうか？日本のこれからやばすぎです。絶望ですよ。けどいいんです。一度ちゃんと確認して絶望すれば新しい道が見えてきます。これを受け止めずにスルーしちゃったらやばいですけどね。しっかり確認して絶望して対策を考えればいいですから。これを見て絶望しているあなた、大丈夫です。考えましょう。さあ、どうやって近未来を生存するか、日本で生きていくか、ほとんどの作業や仕事を AI やロボットがやるわけですから。もうすでに広告ディレクターの仕事なくなってますからね。人間何したらいいんだって話ですよ。じゃあ、聞いてみますか。チャット GPT に。はい、出ました。人間にできて AI にできないものは何ですか？ちょっと端折りながらパッと読んでいきます。人間と AI の間にはいくつかの違いがあります。以下に一般的に人間にはできるが AI にはできないいくつかのことを挙げます。はい、4つ挙げてくれてますね。1個目、感情の理解と表現。人間は感情を持ち、他人の感情を理解し表現することができます。そして2つ目、直感と創造性。人間は直感や創造性に基づいて問題を解決したり新しいアイデアを生み出したりすることができます。AI はそれはできないよと。データとルールに基づいて処理を行うよということですね。そして3つ目、物理的な存在と体験。人間は物理的な存在として世界を体験することができます。五感を通じて情報を収集し、身体的な経験をすることができますと。そして4つ目、倫理的な判断と道徳。人間は道徳的な価値観や倫理的な判断を持ち、複雑な倫理的な問題に対処することができます。AI は倫理的じゃなくてプログラムされたルールや指示に基づいて行動します。こうなっております。すなわち AI にできないこととは何なのか。それは人間らしく生きることです。人の感情を理解して自分の感情を表現して、直感や創造性で自由に発想してアイデアを生み出して、五感を使って様々な体験をして、倫理的な判断、道徳心、モラルを持って人と接する。すなわち人間として当たり前のことをしてればいいんですよ。いかに人間らしく生きるか。これが AI やロボットと共存する中、近未来を生き抜くためのキーワードです。しかしただですよ、皆様、人間らしさ忘れてませんか？この数年でその当たり前、忘れてませんか？ 2 年も3年も日本ではほぼマスク強制させられました。そうしたらどうなりましたか？小中学生の7割が新学期からもマスクを着用したい。素顔を見せたくないってなっちゃいましたよ。人間としての感情を理解する。自分自身の感情を表現する。その力、失われてるんじゃないですか。そして子供だけじゃなく大人もです。自分がスマホ依存に該当すると思っている人が8割います。いや、もっといるんじゃないですかね。依存症と思ってないだけで、あなたもスマホばっか触ってませんか？上位回答を見ると、スマホを見ているうちに無意識に時間が経っている。少し時間が空くとスマホを開いている。特に何も見ることがなくてもスマホをチェックする。あなたも当てはまりませんか？全ての言葉にテロップがついた動画、水着の女の子が踊ってる動画、次々に再生されるショート動画ダラダラ見て、次の日には何を見たかも忘れるくせに、どこでもスマホを開いて、貴重な時間を延々と消費していませんか？直感や創造性はどこに行ったんですか？自分自身でアイデアを出して行動したのいつなんですか？それだけじゃないですよ。コロナ禍になってから15歳から64歳の引きこもり、日本で30万人増えました。もともと115万人いた引きこもりが146万人になりました。全人口じゃなくて15歳から64歳ですよ。
146万人引きこもりいます。僕も白んでね、家でよく作業したりしてますから、あんま人のこと言えないですけど、ただ自分の人間的存在も五感も使わずに、だらだらただ時間を消費する。それは違うでしょ。人間らしさはどこに行ったんですか。で、あれですよ、外に出たらこれですよ。普通に考えたらダメなことやっちゃうんだろ。まあ最悪悪ノリでやったってしましょうよ。でもこれを撮影してネットにアップしたらダメなことが何でわかんないの。倫理的な判断どこ行ったんですか。いいねがもらえるから、人気者になれるから、注目されるなら何をやってもいい。 SNS で他の人もやってたから何してんの。そんなもって叩ける YouTuber がいたら、芸能人がいたら、正義感だけ振りかざして、名前を隠して、顔を隠して、叩けるだけ叩いて、誹謗中傷してんだろ。目覚ましてください。何やってんですか。道徳心はどこに行ったんですか。大事なことなんでもう一回言います。人間らしさ、忘れてませんか。どこに置いてきたんですか。人の感情を理解して自分の感情を伝える力、どこに置いてきたんですか。自分自身で考えてアイデアを想像して行動する力、どこに置いてきたんですか。物理的に与えられた人間としての肉体五感、それを使う機会、どこに置いてきたんですか。自分の欲望を優先させて人に嫌な思いさせて、倫理的な判断と道徳心、どこに置いてきたんですか。もう人工知能に雇用を奪われる前に、全てを奪われる前に、もう自ら失ってるんですよ。人間の魅力、人間らしさ、もう全て失っちゃってるんですよ。本気で近未来生き抜くため考え直してください。さあまとめましょう。現在人間が人間らしさを失い AI が人間化し始めている。僕たちが近未来を生き抜くには人間らしさを改めて学び直すしかない。はい、こうなります。熱くなってしまいましたが、これを見ているあなた、助けるためです。本当に学び直さないと、人間らしさって何だったか気づかないと、タイムリミット近づいてますから。さあ最後の章になりましたので、ちょっとこれまでをざっくりと振り返ってみましょう。日本の現状と近未来、労働力、経済力、資源、あらゆるものが不足している。だからこそ代わりになるものが必要になってくる。じゃあ代わりになるものって何か。人工知能ですよ。人工知能で何ができるか。ほぼ全ての作業ができちゃうよと。しかし進化しているのは人工知能だけですか。違いましたよね。ロボットとかその他いろんなサービスがありましたよ。もうその最新技術が全てを効率化する時代、そんな時代に突入しています。じゃあ人間のあなたはこれから何をしますか。人間が人間らしさを失って AI が人間化し始めている時代、近未来を生き抜くには人間らしさを改めて学び直すしかない。こういう結論に至りました。そして人工知能が導き出した人間像、人間らしさとは何だったでしょうか。感情の理解と表現、直感と創造性、物理的な存在と体験、倫理的な判断と道徳、これらが人にできて AI にできないものだよ、人間らしさだよっていうことを知りました。しかしこれらの人間らしさを失った自分勝手な人が増えています。迷惑系 YouTuber、煽り運転をする人、自分が死刑になりたいからといって殺人をする人、人間らしさ失っちゃってる人たくさんいますよ。そんな人にあなたはなりたいですか。嫌ですよね。だからこそ今人間らしさというのを再認識して学び直さないといけない。さあここで今回の特別番組のタイトルを思い出してください。超人相学 VS 人工知能です。さて皆様、戦うべきでしょうか。戦うから AI に全てを奪われてしまうのではないでしょうか。そうです。人間がやるべきことはこちら。超人相学 with 人工知能。もうね、人間は人間らしく生きて効率化は人工知能に任せちゃえばいいんですよ。戦う必要ないんですよ。そうです。一緒に共存して生きていけばいいんですよ。この数ヶ月本気で日本のこれからのことを考えて最新のテクノロジーと向き合って未来を予測した結果、こういう結論に至りました。人間が人間らしさを取り戻して人と AI とロボットと共存していけばいいんですよ。しかしですね、ただですよ、その共存の判断するのも人間ですかね。のび太とドラえもんの感動的な写真見せといて何より怖っ、そう思う方もいるかもしれませんが、冷静に考えてみてください。効率化は人間じゃなくて人工知能が行うんですよ。人工知能が導き出した人間らしさ、これを持たない人に対して人間はなんか嫌だなとか
怖いなって思うと思うんです。ただ人間とは認識しますよね。迷惑系 YouTuber も煽り運転する人も腹立ちますけども、人間とは認識しますよ。しかしですよ、 AI は人間らしさを持たない人間を人間と認識できるんでしょうか。なんか中国の監視カメラみたいなので顔や表情、姿勢、歩き方、過去の行動パターンみたいなのをチェックして、あれ人間らしさないな、多分人間じゃないね、なんか皮膚の中に血液や臓器が入ってるなんかと、動物か、あれは生ゴミかな、そんな感じで認識する可能性ありませんか。つまり人間らしさを持たない人間は人間と AI から人間としての扱いを受け入れられなくなる可能性が今後出てくるというわけです。人間じゃなくて AI がその絶対的決断をする前に超人相学を身につけて人間らしさを手に入れておくべきじゃないですかと。失ったもの取り戻そうよと。これがこれからの日本で生きていくための僕の最終結論です。そんなことありえるって思うかもしれませんが、咀嚼してください。今までもいろんなこと現実になってきました。人間が人間として受け入れられなくなる。そこにマイナンバーが紐付けされて店に入店できなくなる。そんなこと起こる可能性ありませんか。人からも AI からも嫌われないために今のうちに人間らしさ取り戻しておくべきです。紹介していきたいと思います。コンセプトはこちらです。遊んで学んで楽しめる名古屋忍者ラン。これですよ。遊んで学んで楽しめると。もうこれ全部揃ってるよと。もうここにいたらええやんと。ずっと楽しいですやんと。これをコンセプトにしております。そんな名古屋忍者ランドの特徴をですね、表にしてみました。ちょっと今モザイクかかってますけども、要するにですね、2種の遊ぶ、学ぶ、楽しむを体感できる。これが忍者ランドです。忍者ランド独自のものと日本独自のもの、または日本人が提供するもの。この2種の遊ぶ、学ぶ、楽しむを体感できます。だから今後言ってください。日本で楽しいところないですか？東京はディズニーランド、大阪はユニバーサルスタジオ。日本関係ないと。じゃあ日本で楽しめるテーマパークないの？名古屋忍者ランド。忍者ランドは楽しいし、日本独自の文化も知れるぜ。これですよ。じゃあ具体的にどういうことを計画しているのか、遊ぶ、学ぶ、楽しむに分けて紹介していきます。はい、まず遊ぶですね。忍者ランドと日本特有のもので分けてます。例えば日本特有のものですよ。ビー玉、スーパーファミコン、あとはね、マリオとかなんかこう、ちょっと玉をね、こう、バーンってやって、こう、うまいことゴールまでこう、持ってくみたいなバランスゲームのやつとか、いろいろありますよ。要するにですね、最新のアトラクションって言ってますけど、おもちゃとか、テレビゲームとか、人生ゲーム的なボードゲームとか、日本が発売しているものですね。そういうものの懐かしのもの、最新のものを取り揃えようと思っております。なんでさっき東京はディズニー、大阪は、いや日本のって言いましたけども、別に海外の方メインで考えてないです。普通に日本の方も来て、うわ、懐かしいみたいな。これおもろみたいな。そういうことを思えるような、ドキワクするようなものを取り揃えていきます。懐かしいもの、あるいは最新のもので買うまではないけど、ちょっと一回やってみたいなっていうものですよ。そういうものをですね、置いていきたいと思います。そして忍者ランドの方ですよね。いわゆる忍者の道具を使って遊ぶゲーム。あとは僕が好きなね、その真ん中の木箱みたいなやつあるんですけど、寄せ木だったかな。何回かずらしたら開くからくり箱みたいな。そういうのも置きたいですし、自分で作ってみたいですし、あと右の円盤みたいなやつわかりますかね？鏡をこう貼り合わせて、斜めから見たらちょっと浮いて見えるみたいな。買わへんけど体感したいなみたいなのあるじゃないですか。もうそういうのバンバン取り揃えます。いちいちなんかこれおもろみたいな。もうニヤニヤしながら遊べる空間作ります。そして物だけじゃありません。特別体験ですね。忍者ランドの方は超体感型接近忍法。そして人相診断。僕のメインどころですね。言ったら目の前でマジック、忍法を体感していただくと。で、人相診断をしてもらえる。
自分の本質は何なんだろう、悩み何なんだろう、お酒飲みながら聞きますよと。あとは駅周辺のマップを使ったリアル謎解きブックなんかも作ってみたいですし、名古屋名物とかじゃない愛知県民飯みたいなのを提供したりね。お酒と一緒にもうつけて味噌たっぷりのおでんとか。あとは日本特有の缶詰飯とか。簡単にできるフードとして缶詰とか置いときたいですね。で、忍者ランド特有のものじゃない体験で言いますと、他の場所の紹介と。忍者ランドじゃなくて名古屋飯食べたいならこんなとこいいよとか、愛知県の観光スポット名古屋以外にもこんなんありますよみたいなね。県外から来ていただいた方にそんな紹介できたらなと思います。あとは県外から来た人から情報をもらってそれをノートにして、愛知県の方が忍者ランド来て他に旅行するときどこがいいかなみたいなパンフレットを作ったり、いろいろ考えてます。はい、ざっくりとこんな感じですね。そして次は学ぶでございます。こちらも忍者ランド特有のと言いますと、在籍忍者のレッスンということで、これも僕のね、今までやってきた講座とかがメインになってます。超人相学講座、フォーク曲げ講座、ブログ文章書き方講座、営業話し方講座、自分商品化計画っていう自分の魅力に気づくようなものとかもあります。あとはナチュラルメイクのレッスンとか、メンズメイクのレッスンとか、大人になってもなんか変なこと学ぼうぜと、いろいろご用意する予定です。で、これも在籍する忍者が増えたらね、レッスンも増えていきますんで、いろいろやっていきたいなと。で、日本特有の日本人がやるという部分で言うと、スペシャル忍者のレッスンですよね。忍者じゃないですけども、すごいことやってる人ってたくさんいますから。生け花、書道、楽器、クラフト系、ダンスとかね、料理、ヨガとか、それらのスペシャリストを忍者ランドに呼んでレッスンができたら面白いんちゃうかなと考えております。そして楽しむでございますね。忍者ランドの方は忍者ランド主催イベントということで、過去に忍び場ってやってましたけども、超体感型の忍法ショーだったり、音楽やお笑いのフェスだったり、リアル脱出ゲームとかもやりたいですね。あとは僕がやってる YouTube ですよ。みやゆう TV の収録生放送なんかもできたらいいなと思っております。で、日本特有のっていうところですと、工業利用で使っていただけたらいいなと。要はスタジオみたいな、劇場みたいなの作りたいですよね。なんかわかんないですけど、みんな全国ツアーするときね、名古屋飛ばすんですよ。それを防ぎたいなと。せっかく全国ツアーするなら忍者ランドでね、ツアーしたらいいんじゃない名古屋。みたいな感じを作りたいなと。あと劇場文化っていうのが名古屋あんまないんでね。お笑いを見るとか寄席を見るとか。それの文化みたいなのをガッと作りたいなとも思ってます。あとはちょっとね、大掛かりな撮影スタジオみたいな感じで、イベントやりたいっていう方が使っていただいたりとか。そんなんができたらいいかなと思っております。そして忍者ランドに関わるキャストの紹介でございますよね。忍者とキャラクターで分かれております。まずは忍者ですよ。忍者じゃなくて忍者と言ってます。最終的にその忍者を集めて、ね、美容研究家忍者、料理忍者、あと花束作り忍者、3人合わせて、結婚式盛り上げ忍者みたいなね。そんなもできたらいいなとか思ってるんで、レンジャーと忍者をかけて忍者ってしてるんですけども、忍者ランドを運営する上で、在籍忍者と一日忍者みたいな感じで、一日だけやる人とか、週で何日入る人がいたりみたいなのを考えております。で、この写真はですね、僕がその忍び場というイベントをやった時なんですけども、普段この両側の二人は忍者の格好しないんですよ。けどその時は忍者の格好みたいなのしていただいて、で、セミナーみたいなのをやっていただきました。なんで普段普通に働いてる方も、忍者ランドで働く時は忍者の格好と、こんな感じを考えております。そしてキャラクターですね。ディズニーランドで言えばミッキーマウスとかプルートとかドナルドダックとかいますけど、忍者ランドはプニプニズですよね。はい、これプニプニズも僕がね描いたキャラクターなんですけども、このプニプニズを基準に忍者ランドなんか盛り上げるためのシステムできないかなと今考えてます。で、逆側ですよね。日本特有のもの。日本人がやってるもの、すげえスペシャル忍者呼べたら面白いですよね。今日は特別ゲスト呼んでますって言って、アイドルが忍者の格好でこんなん歌うのとかね、できたら面白いなと思ってます。あとはキャラクターとかもですよ。日本って言ったらアニメですから、日本を代表するキャラとコラボなんかできたら面白いなと思っております。はい、ということでまとめますとこちらですね。こんな感じの表になっております。振り返りたい方は一回停止してご覧ください。ねえ、ここまでどうですか皆さん。ふわっと聞いていただけましたか？
ダメよ、ここで何言ってんだ宮城とか、そんなの無理だよとか言っちゃダメだからね。ふわっと聞いてくださいよ。ただただ僕がやりたいこと、それを想像して言ってるだけですから。仮ですから。でですよ、そんな名古屋忍者ランド、いつやんのってことですよね。開業いつするんですかと、ここで発表したいと思います。第0回名古屋忍者ランド開業説明会でございますけども、名古屋忍者ランド開業する日。ではそんな社会になった時の生存戦略は何なのか。こちらですよ。人間 AI ロボットと共生するため人間らしく生きていく。もう AI やロボットに効率化の部分で人間勝てないですよ。だったらもう人間らしさに特化した人間として生きていくしかないですよね。じゃあ人間らしさとは何なのか。愛と気、この2つが満ち溢れている人ではないでしょうか。また出てきましたね、赤ちゃんですよ。やっぱ赤ちゃん最強だなと。では愛と気とは何なのか。過去の特別番組で愛と AI について比較しました。 AI はデータや効率化を重視します。そして明確で答えは一つです。逆に愛っていうのはデータや効率化を重視せずに無駄と思われるようなことでも時間や手間をかけます。そして答えは複雑で複数あります。愛っていうのはこれだって断言できないですよね。それは誰に対しての愛なのか、どんなものに対しての愛なのか、そして誰からの愛なのか、それで内容が変わってきます。複雑ですよね。けど愛と AI の違いはなんとなく分かっていただけましたでしょうか。そして気の方は気に満ち溢れている人を想像していただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。本気を出せる人、元気な人、根気がある人、気分がいい人、気前がいい人、雰囲気がいい人、陽気な人、こういう人はなんか気持ちいいですよね。逆に元気じゃない人、雰囲気が悪い人、陰気な人なんか見てたらこっちもちょっと体調悪くなったりしますよ。日本人と気ってやっぱね、密接に関わってるんですよね。あとは日本人は空気を読みすぎるとか言いますよね。なんかよく空気を読むことが悪いことに言われることってありますけど、もう僕はいいことだと思ってます。日本人独自の特殊能力なんじゃないかなと僕は思ってますよ。っていうか空気を読んで自分を押し殺すから悪いんですよね。空気を読んだ上で自分を生かせばいい雰囲気になるわけですから。別に空気を読むことはね、悪くないですよ。せっかく日本人ならこの気というものをもっと大切にしていかないといけないんじゃないですかね。まとめますと、最新テクノロジーを受け入れた日本は AI、ロボット、人間が当たり前に共生する社会。そこに生きていくには人間らしさが重要。魅力的なのは愛と気に満ち溢れている人。周りの人に愛と気をお裾分けできる赤ちゃんのような存在になれば、あらゆる人間関係の問題は解決する。こういうことなんじゃないですかね。やっぱり赤ちゃん最強ってことです。ということで振り返ってみましょう。日本の価値観が変わる中での生存戦略です。全国民サバイバル時代を生き抜くため没収されない資産を持っておく。健やかな肉体精神を保つため予防に力を入れておく。人間 AI ロボットと共生するため人間らしく生きていく。この3つを意識して生きていけば、先が明るくないと言われている日本でも、全国民サバイバル時代を迎える日本でも豊かに生きていけるんじゃないでしょうか。はい、じゃあここ手元を映しておいてもらって、これですよね。今までやってきたのが任務 B で、今やってるのが任ラインで、ここですよね。ここが年末か2025年忍びフォーアフターだったり、潜入者とかですよね。はい。じゃあこれ何やってるかって言ったら、任務日はその観光地とか面白い、すごい場所ですよ。場所を収める。で、任ラインはオンラインレッスンって言ってますけど、要は人ですね。人。で、ここは何かって言ったら時間です。はい、字汚いですけど、これですね。任務日は場所、任ラインは人、忍びフォーアフター潜入者は時間。こんなおもろい場所があるよ。こんなすごい人、面白い人いるよ。こんな面白いすごい時間を提供しているところがあるんだよというのを紹介する動画と。はい。
で、これは全部エンタメ忍者宮優が主役と思わせて、実は主役なのはここで。はい。なんで、ここの場所、人、時間というところが実はメインなわけで。はい。だからここで作る動画っていうのは、この場所、人、時間を、公式、これの公式動画みたいなのを作らないといけないわけですよ。だからこの動画を作るときにエンタメ忍者 BIU がバズるとか視聴数稼げるとかそんな動画作っちゃダメで、この場所の魅力って何、この人の魅力何、この時間の魅力っていうのを何かっていうのをちゃんと作らないといけない。で、これを作っていくじゃないですか。で今、任務日、任ラインできてきて、まあ今後これやりますよね。これできたらもう場所、人、時間を紹介できるわけですよ。そしたらこういうコラボとかこういうコラボもあるかもしれないですし、ここができた時に、これがなんかバズるための変な動画をね、一個一個作ってたらここで紹介できないですけど、ここできた時に、こんな場所あるんだよ、こんな人いるんだよとか、こんな時間提供してるとこがあるらしいぜっていうことが紹介できると。はい。じゃあここなんだって言ったら忍者ですよね、忍者ランド。はい。ここまで来てる。